皆さんこんにちは、あさきです。12月11日木曜日午後3時を回ったところです。これカレンダーのね時に作った数字なんですけど、12月11日ってことで、1がね2つありますけど、これねここは11日で1、2つですけど、こっちはねシンプルなバージョンになっています。これ例えば同じね花がいっぱいある状態にしちゃうと、こんな風にねすごくごってごてになっちゃうので、それでねシンプルバージョンにしています。こんな風にねなっちゃいますからね。はい、ということでこれも片付けていきます。今日はオーナメントの続きですよ。先週やっていたオーナメント、ハーゲンダッツのアイスクリームの蓋なんですけど、綿棒の蓋使ってもらってもいいけど、大きさ的にはねご自宅のツリーのサイズに合わせて大きかったり小さかったりサイズをね決めてくださいね。あと、マーキーズのバージョンも作ってみました。こっちの方がね雪の結晶みたいな感じになるかなとは思います。このね2パターンでやっていきたいと思うんですけど、今日はねこれをオーナメントに加工する方法と、あともう一つこれ5ミリと3ミリなんですけど、もう一個ね4ミリっていうサイズを作ってみたらどうかなと思い、4ミリサイズをねちょっとやってみたいなと思うので、まず4ミリからねやりたいかなと思います。はい、ではここに4ミリは2ミリの倍で2ミリの当たり前といえば当たり前なんだけど、そうです。どんな感じでカットしてるかっていうと、こんな感じでね私作ってあるのが、ここがね 2.5 ミリ、ここが 1.5 ミリ、これが1ミリで、これが2ミリなんですよね。これこっちとこっちでねあって、だからこの2ミリを使って2マスで4ミリっていうかね、そんな感じで切りますね。で例えば1ミリだと1ミリでも切れるんですけど、やっぱりね老眼の人なんか見にくいと思う。そういう目の問題もあったりするんで、若い人はね簡単にこう4マス4マスっていけると思うけど、なかなか4マスってね数えるのも結構めんどくさいなとかねなるので、やっぱりそうした場合は2ミリ2マスで4ミリっていう風にした方が年を取った人には優しいと思います。はい、ということで、これこっちがね4ミリの幅で作りましたよ。さて色はどうしましょうか。なんかミックスでやりますかね。このね銅が結構色が暗いのでどうかなという気しますけど、一応4本マーキーズの方が6本必要なので、これで一応作ってはみます。これをね半分サイズでいってみましょう。時間内にできるでしょうか。こうやってやるとやりやすいんですが、いきますね。大丈夫ですね。はい。これ手袋がね引っかかっちゃったりするので、こんなばらけてますけど、大体でいいです。大体でいいです。こういうところねあまり神経質にならなくても大丈夫ですよ。こんな感じですね。でこれをティアドロップとあとマーキーズ作っていきますよ。ちょっと待って、これ用意してきます。あとね同じことやってるって思うかもしれませんが、結構ねこのライブだと初めて見てくださる方がいらっしゃったりするので、だいたい大雑把にね一通りやっていく感じですね。
今日はツリーのようなこのもみの木のようなね葉っぱがねいっぱい散らばってると思いますけど、ちょっと雰囲気が出るかなと思ってやってこれ去年ね買ったんですけど、今年はねなかったですね。他の造花のようなパターンで、これはプラスチックっていうのかなでできてるんですけど、もう少しこう柔らかい素材でできたのがあったけど、買おうと思ってたらもう全部売れちゃってて買えませんでした。買えたり買えなかったりね。やっぱり新しいものとか目を引くものは見つけた時にちゃんと買っておかないとなくなっちゃいますね。特にね、私の住んでいる地域のダイソーは割と小さいので、新しいもの入ってきても再入荷ほとんどせず売り切っておしまいっていう感じですね。だから見つけた時にちゃんと買っておかないと次行った時にはもうなくなっていることが多いし、再入荷しないしって感じで、これシーズンものは特にねそんな感じですよね。見えてますか？見えるかな？ちょっとサイズが小さくなっちゃったけど、これでやってみましょう。これを利用して貼っていきますよ。これで、同じ向きに並べてるのであんまり気にせず、向きをね考えたりしてる時もあるんですけど、今作った時にそのまま並べた順番にしているので、その作業が省かれてます。ね、しっかり中心合わせてね、あんまり動かしても、いい感じかな。ちょっとで乾いてから形を整えます。今度ね、このマーキーズで作るのいきますね。こっちを乾かしておいて、これでいこう。今までね、マーキーズ作る時レッスン動画とかね、ほとんどピンセットを使わない作り方してたんですけど、そうするとちょっと分かりにくいかなと思って、マーキーズはたくさん作るのであまりピンセットを使うというやり方してなかったですけど、誰が作ってもうまく作れるようにって考えたらピンセットを使った方がいいのかなと思い、今日ピンセット使う方法でやります。で話しているうちに渦が乱れましたので巻き直しかなこれもう一回巻きましょう。こういうふうにね、失敗したらある時点でさっさと諦めるってことも必要で、
もうとにかくクイリングはこの巻きが大事。それと渦をいかにきれいに作るかっていうところで、これ今巻き直したところ、さっきよりいいね。見えますかね。こんな感じで掴みます。掴む場所が違うんですよね、ピンセットで掴む場所がね。でこの巻き終わりが2時ぐらい、時計で言ったら2時ぐらい、3時だと行き過ぎちゃうので2時ぐらいかなって思ってて、これでこのままねピヨーっとこういうふうにねつまむので、両端をちょっとずらしながらねつまみます。そうするとピントカッター綺麗にできるかなって。ピンセットを使った作り方だとこうかなって思ってて、こんな感じですね。はい。よし。抜けないって言ってた。ここできれいに渦にしておいて止める。ちっちゃいので作り始めちゃったから、見える？こんな感じね。2時。こっちの方は雪の結晶みたいに六角形かに近くするので6本ってこと6個必要になります。ちょっとね失敗してるけどまあいっかってどうしようかな、直そうかな、なんとかなったかな。よし、なんかこっちの作り方の方がもしかしたら作りやすいかなって思って今日はその作り方をやっています。今までね作ってた作り方を一番最後にねやってみようかなと思うけど、もしかしたらうまく2時、ここの巻き終わりが2時ぐらい。だいたい合うからね。
集中してると口が止まっちゃうこの方が初心者さん作りやすいかなと思いますね。ちょっと今かな、どうかな。だいたい2時ぐらいでぴったり合うので、少し出ちゃった場合はここねカットしてくださいね。ほとんど出ないでいいから、こういうところにねほんのちょっと。あと最後に今まで作ってた方法でやってみましょう。までよくこうやって押してってギューッとやってピュッ、どっちでもできるって言えばできますけど、合ってる？そんなにね変わらないでできるのね。渦がどれだけ正確に綺麗にできているかっていうのが一番の問題で、ピンセット使おうが使わないでやろうが、もう渦さえ綺麗にできてればどちらでもできるので、たくさんパーツを作る時にはピンセット使うのがめんどくさくてやっぱり使わないで作っちゃうんですけど、慣れないうちはねピンセットを使うっていうのも手じゃないかなと思います。ね、そんなに変わらないでできたので、さあ色ですけどこれが1個やっぱり多いかなって感じなんで、これでやってみましょう。これまたやります。少しできるかな。本当に1ミリもないぐらいなんですけど、ちょっと切っておきます。これもやっぱりちょっと出てるかな。ピントが合う。切っても切らなくてもどっちでもっていう感じ。切る場所ももうまた黄色。今日はねあまりおしゃべりしないのは最近ここ2回ぐらいかな、編集じゃないんですけどライブも音声チェックをしなければいけなくて、自動でね翻訳がつかないんですよね。だから一度日本語をちゃんと話してるのを日本語でちゃんと字幕をつけなくちゃいけなくて、そのチェックをしてたらってすごく言っててすごく言ってて、やっぱりあまり考えないで言葉を発しちゃうとって多くなっちゃうから気をつけなくちゃって思ったらもう話せなくなっちゃうっていうね、そんな感じです。で今日はちょっとおしゃべりあまりしないのはそれが理由ですね。やっぱり自動翻訳ってすごいなと思って、その可能性があるからこそライブって面白いんじゃないかなって思ってやってるけど、なんかクイリングを見る方は普通のね横動画っていうんですけど、横動画の方が良いのかなっていう感じは分かってるんですけど、私自身がちょっと横動画を作る時間が今あまり取れなくで、ライブ最初はねライブだけやってればとりあえずつなげるかなっていう感じだったのが、ライブもね意外とその後の作業が多くて、音声チェックがすごく時間がかかるのと、サムネ作ったりとかねそういうのも
同じように時間かかるので、はい、こんな感じで、これは接着するまでちょっと待ちます。ではね、こっちのオーナメントにする方法なんですけど、これね、小学生の子たちに教えたクイリングの時に作ったオーナメントなんですけど、こんな形に作りたくて、でこれはこんな風にね、カレンダーの12月の時にやりましたけど、金と銀を貼り合わせて少しね、こののりしろをつけた状態で切ります。こんな感じでね、切ります。そしたらあとはこういうパーツを作って、こうはめ込むっていうかね、これ同じ色だからあれだけど、こっち側にねするとこんな風にねなるので、これ簡単ですごくいいので、こんな形にしたいんですけど、これ立体になってるので、そうそう、小学生の子もね、今のこのクイリングのやつね、すごく上手に作れたので、ちょっと見せてあげようかな。写真、そうそう、これこんな感じです。これね、1年生の子が作りました。2人とも1年生で、よく見ると、真ん中がね少しこう開いちゃってるんですけど、これはねクイリングバーの問題で、私が使ってるのはこれなんですけど、爪楊枝でね作る時もこんな風にねすごく細くしてます。でもこれだとやっぱり小学生の子だと、これだとちょっとね折ってしまうので、先をね、これですね、これ1番ってつけてありますけど、このぐらい先をね太くしてるんですよ。だから真ん中がああいう風に開いてしまうんですね。この違いですね。この違いの違いです。これだとねだいぶこれできますね。こんな風になるんですけど、やっぱりここの爪楊枝のスロットルをおすすめしてますけど、こういう風にね先をねすごく細くしていただくと、この市販のスロットルと同じような感じにね真ん中作れますのでね、ここちょっと注意してくださいね。ただこれ小さいお子さんだと折ってしまう可能性があるので、やっぱりこれだけ細くはちょっとできないかなっていう感じで、さっきのね作品とか真ん中が少し開いてしまったんですけど、よく作れてたんじゃないかなと思いますね。上手にできたと思います。はい、ではこれなんですけどね、まずこれ5ミリをこれに3つつなげてみました。3つつなげたんですけど、3つだとまだね強度が足りない感じ。4つつなげた方がいいかなって思って、引っかかるバタバタになってる。こういう風にねくるくるくるっとしていって、なんか開いてるんでしょうか。こんな感じでね、いかん、こっちじゃない、ここね溝があるので深くはまっちゃうので、こっち側に使ってくださいね。こういう感じにしたくて、これをねこういう風にしたいんですけど、これだとね少し強度が弱いので、もう1本つなげてみますね。これ3本をつなげたので 5mm をもう1本つなげます。ごめんなさい。これですね、5mm をつなげます。どっちにつないでるかな。これつなぎ目もね少し見て、どっちが上になってるか下になってるかとか見るのも、丁寧に作るときはそういうこともね気を使って同じ方向でつなげてってくださいね。よいしょ。金でも銀でもどれでもいいかなとは思います。少しだけ待ちますよ。いいかな、そう巻くのがね長いからちょっと巻きにくいんですけど、こんな感じでいこうか。よ
どんなやり方してもらってもいいと思います。自然とね、くるくるくるっと。このぐらいあればいいかな。ね、いきますね。はい、ではここで失敗してる。ちょっと待って、ちょっと待って。いきましたが、いいですね。こういう後ではめ込むときに正確にしたいやつはちょっとつまんで、ちょっと開けて温度をつけてしまっておく。いけたかな？いけたみたい。いけたみたいね。こっちもだいぶ継ぎ目が出たりはしますけど、輪っかになりましたね。でこれをここにもうすでに並べてるからこんな感じにしたいんですけど、その前にできたパーツを確認しましょう。できたパーツ 4mm で作ったのがどうなったかな。少しねしてこれを入れた方がいいのかどうか。よいしょ。これ大きさがここに入れちゃうとこれサイズが違うんですよ。これはね18センチを1本がねこれ18センチで今使っているので、18センチを11と7で切った状態で11で作ってるので、ここには入らなくて、このパーツだったらサイズが一緒になるので、これとこれ一緒かな。でこれ2つあるからなんかうまくはまってないみたいで、ここと差し替えてみますかね。これ一緒なのでこんな感じ。埋まったことは埋まった。本当はねここを違うサイズにした方が良かったかな。ってことは場所を変えればいい。抜けちゃいそうですが、これとこれと入れ替えてみる。こうやってねいじくってる時が一番楽しいかも。やっぱり4mmも入れると面白いかもね。段差がねいくつかできるからボコボコっとした感じになるかな。ここは隣り合わせっていうのはねちょっとどうかなという気もしないでもないけど、あんまりいじくり倒してるとできなくなっちゃうから、これはこれで完成ということで、これをこの後つなぎ止めないといけなくて、そうした時にはちょっと目打ちのようなものを、これもね100均の目打ちですけど、丁寧にここを接着していきたいんですけど、これをねボンドをつけて一つ一つ丁寧に隙間に貼っていく。まずね周りを一周、もうちょっとで一周は止まったもんね。これ一周、ここまず周りが一周止まったので、次
ありますね。音楽がはい。よかった。で、あとは当たっているところをこれで一つ一つ丁寧にちょっと隙間を分けて挟むって感じ。なるべくボンド外にねはみ出ないようにでいきます。こことかこことか、もうどこ貼ったか分かんなくなってきてる。どこ貼ったかちょっと目離しちゃった人どこ貼ったんでしたっけみたいになってますが、ここは届いてないかな。届いてないかもね。ちょっとこんな感じですか。どっちかに貼る。どっちに貼ればいいかな。ここかな。こんな感じで、あとまあこう動かしてみてね、腫れてないところ、ここが腫れてないですね。あとは乾かしてからもう少し見てみるといいかなと思います。とりあえずこの段階でそーっと剥がすと一応ねできてますね。ちょっともう少し貼った方が良いとは思います。後ろからね今度貼ったりとかね。とりあえずこの状態までは完成しましたね。よいしょ。それからこっちはサイズ的にはどうでしょうか。こんな感じでね。段差はどうなるかみたい。同じ色がね重ならない方がいい。どうですかね、この4ミリ。無理して作らなくてもいいけど、やっぱりねちょっと段差がね3段階になるからね、123段階になるから、やっぱり少し変化が出ていいかなとは思いますね。でこことここも段差がある3ミリ4ミリ5ミリだからね、いいかなと思います。これもちっちゃい方でいくと大きさはねご自身のお家のツリーとかにね合わせてくださいね。うちのねツリーは大きいんですよ。2メーター30センチぐらいあって、でもね怪我してから出してなくて去年出していない。で今年もまだ出ていない。今ちょっとこのまま出さない方向かなっていう感じになっちゃってます。こんな感じで、あとちょっと向きとかこう揺らしてもらったりとかしてどうしたらうまく入るかな。ここはねここでガサガサっとやっていただくと、あと2つか3つぐらい大きさもね小さいの、大きいのを作ってから小さいので埋める感じですかね。あと色はね隣り合わせにならないことがいいかなとは思います。やっぱりここに段差があるやつが挟まった方がいいかな。これもちょっと後でまたいずれ作ってみたいとは思いますけど、今日は仕上げられるかな。はい、これまだねここに浮いてるとこあったりするので、ここをちゃんとやってからの方がいいかなとは思いますね。
いしょ。でこういう同じようなものを作ってここに作りたいんですけど、これだと小さすぎるので、これの大きいバージョンで、あとここのつなぎ目をちゃんとしておかないとこれが取れてしまうから、ここのところのつなぎですね、それを、次回になっちゃうかな。今日はもうこれで30分経ってしまったので、ここまでにしておきますね。このバージョンと、こちらのバージョン2つできたらいいかなと今年はね思います。それでは今日はこの辺で終わりにしようかな。はい。では今日はここまでね完成したところで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまたね。